そもそもなぜこのような症状が出るのか。それは、こんにちは、野村整骨院院長の野村明夫です。はい、本日は喉の詰まり、違和感ですね。何か引っかかってる感じがするとか、イガイガする感じがする、息苦しい喉の不快感、圧迫感がある、飲み込みづらい、咳や痰が絡む、いわゆるヒステリー級と呼ばれるものに対する改善方法についてお話しします。そもそもなぜこのような症状が出るのか。それは言いたいことが言えてないというストレスをぐっと喉に溜め続けているために、そのような症状が起こる可能性が非常に多いです。もう少し言いますと、感情を伴って言っていない、例えば怒りという感情を言葉で表現していない、悲しいとは言えない、特に日本人は泣くことが許されなかった人は多いと思います。そして怖いです。恐怖ですね。恐怖、怖いということを表現できない。あと不安ですね。そしてもう一つ、楽しいとか嬉しいというような表現を言葉で表せない、感情表現ができない人、意外に思われるかもしれませんけども、楽しいとか嬉しいという感情表現がとても苦手な人もおられます。これらの人は幼少期にですね、あまり感情表現を許されなかった、そういう環境で育った人が多いと思います。そういう人がこの喉の詰まりや違和感、息苦しさを経験している可能性が非常に多いです。改善方法に入る前に、この喉の仕組みですね、それを少しお話したいと思います。喉というのはこの首の部分にあるんですけども、この首ですね、この首は細い割にはとても複雑な構造をしています。ちょっと骨格模型で説明しますけど、骨があって、これ頭蓋骨があって、この間のところなんですけども、絵で描きましたけども、これが顎ですね。この顎の部分です。そしてこれ舌骨といって、この辺りにある小さい骨なんですけども、ちょっと見にくいですけど、この部分ですね。そしてこれは肋骨と胸の骨になります。ちょうどこの辺りを表現しています。これが首の骨になります。ちょうどこの部分を指しています。で、この骨で頭を支えているんですけども、その骨を支えている筋肉というのがこの骨のすぐ前ですね。前と後ろにあります。これがいわゆる頭を支えている、首を支えている筋肉になります。そしてこの顎の下ですね、ちょうどこの皮膚のすぐ下ぐらいにあるんですけども、この筋肉ですね、この筋肉は顎をこう開けるための筋肉になります。そしてこの前の顎を開けるための筋肉と後ろの首を支えている筋肉の間、ちょうどこの間ですね、この間が喉になるんですけども、ここにも筋肉があります。で、口から喉があって、この辺りから下が食道と気管になるんですけども、このちょうど間ですね、この間に咽頭収縮筋という筋肉があります。で、この前は顎を開けるための筋肉で、これは首を支える筋肉なんですけども、この咽頭収縮筋というのはこのごっくんですね、飲み込むのに適した筋肉になります。そして筋肉というのは基本縦についてるんですね。この首の前のところですね、顎を開ける筋肉も縦についてますし、首を支える筋肉も縦についてるんですけども、この咽頭収縮筋はちょっと特殊で輪っかのような状態になっています。筒のような状態ですね。そして飲み込む時にこの筒がギュッと締まるような感じで、食べ物とかを飲み込む時にこう食道の方ですね、胃の方に送るというような働きをしています。ですから言いたいことが言えずにぐっと我慢するようなことが続くと、この筋肉が過剰に緊張してしまって、自分で自分の喉を締めてるみたいな感じになります。そしてこの筋肉がぐっと緊張しっぱなしになると、無意識のうちに力を入れてますので、言いたいことが言えずにぐっと我慢しているということは、体に力が入っています。歯を食いしばって喉でぐっと止めていますので、この筋肉も当然ギュッと力を入れている状態になっています。そしてそれが続くと、無意識に力を入れっぱなしの状態ですね。ここを緩めちゃうと感情ごと出てしまうので、それをぐっと抑えるために無意識でずっと緊張しっぱなしの状態になります。そうすると筋肉が緊張しているということは、
硬くなっていますので、硬くなると当然この咽頭収縮筋ですね、この間にも血管が走っていますので、その血管をギュッと圧迫して細くします。血管が細くなると酸素とか栄養もいかなくなりますし、この筋肉が代謝することによって出る老廃物とかも溜まってしまいますので、その結果、ここに違和感があるとか、異物が挟んでるような感じがするとか、あと飲み込みにくいとか、なんか苦しい、息苦しいというヒステリー級のような症状が出てきます。ですから本日はこの筋肉にですね、咽頭収縮筋にアプローチして無意識に力が入りっぱなしになっているよっていうのを教えてあげて、気づかせてあげて解放してあげるということが必要になってきます。前置きが長くなりましたが、ここからは実際にどのようにして行うかについてお話しします。注意点が2つあって、食後には絶対にしないでください。あともう一つ、これするとすっきりするのでって言って何回もやる人もおられるんですけども、1日1回までにしてください。よろしいですかね。食後はしない、回数は1日1回、この2つが注意点になります。はい、それでは実際にその方法なんですけど、これとてもシンプルで簡単なんですね。人差し指を使います。人差し指を使いますので、手を洗っていただいて、そしてその人差し指を口の中、喉の奥に突っ込んでおえというのをしていただきます。このおえですけども、専門的には嘔吐反射と言うんですけども、このおえっとなった時に一緒に咳が出る人もおられますけども、その咳が出たらちょっとね辛いかもしれないですけど、一緒に出してあげてください。喉にすごい刺激が入るんで、この言いたいことを、感情をですね伴って言いたいことを咳と一緒に出しているという感覚がこの喉に行くとですね、自律神経が感情を出しているんだというふうに理解して、ここの筋肉が解放しますので、ひどく咳き込むことがあるかもしれないですけども、そこはちょっと頑張ってください。咳き込むとその後少し疲れるかもしれませんが、これを行った後はこの辺りが緩んですっきりすると思います。あと過食で食べては吐く、食べては吐くを繰り返している人は、言いたいことなどの感情を出さない代わりに食べたものを吐くという行為をしていますので、そのような方にもこの嘔吐反射ですね、嘔吐反射のセルフケアは有効になります。注意点を再度申し上げますが、食後は行わない、1日に1回だけにしてください。これはあまりやりすぎると胃液ですね、胃酸が食道に逆流してしまいますので、そうなると食道を痛めてしまいますので、ですから回数はもう1日1回までとしてください。はい、本日は喉の詰まりですね。喉の詰まり、違和感、なんかイガイガしているとか、息苦しいとか、そういった方のいわゆるヒステリー級と言われる症状をお持ちの方の改善方法についてお話ししました。はい、今後も自律神経関係の情報、うつ、パニック、不安、不眠などを含みます。自律神経を整えるさまざまな改善方法、エクササイズ、ワーク、思考の切り替え方、心理学などを紹介していきます。それらを見ていただいて、改善策、予防策としてご利用いただければ嬉しく思います。ですからお見逃しのないようにチャンネル登録をよろしくお願いします。最後にお知らせです。裏チャンネルでは、公の場ではちょっと話せないなというような医療業界の裏話的な内容も含めてお話ししています。これはメールマガジンに登録していただいた方のみにお知らせしています。メールマガジンの登録方法は下の説明欄にリンクを貼っていますので、そちらから登録をよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。